結婚して急に連絡が取れなくなったその友人は本当に無事ですか。2007年9月、カナダオンタリオ州オタワ、町の教会では一組の男女が永遠の愛を誓い合っていました。あなたのおかげで自分のことを愛せるようになったわ。真っ白なベールに身を包み微笑むその女性の名はドナ・エレン・ジョーンズ。自身の少しふくよかな体型に自信が持てず恋にも臆病だったドナ。この日彼女はそんな自分のありのままを愛してくれる男性マーク・ピーター・ハットと結婚することに。絶対に君を幸せにするよ。力強くそう誓ったマークはその立ち居振る舞いも頼もしく、二人のこの先の結婚生活には何の憂いもないように見えていました。しかしこの式から2年後、妻のドナは30キロも痩せた状態で全身傷だらけになって発見されるんです。2年の結婚生活を経て変わり果てた姿で発見された女性。彼女の身に一体何が起こったのか。なぜ女性はいずれ破滅が来ると分かっていてもそこから逃げ出さなかったんでしょうか。おざす。この間ナルト見たらイルカ先生がナルトをかばうとこで泣いちゃったケンちゃんです。不朽の名作ナルト、ワンピース、お坊ちゃまくん、闇闇子です。いや、おめえもかい。ナルト、はい。ナルトのイルカ先生がね、ナルトをかばうね、最初の理解者なんですけど、なんか、ね、そこ泣いちゃった。普通にもう知ってんだけど、泣いちゃったよね。響くところがあったんじゃない？あなたが、俺そんな孤独だった。あなたがそれナルトの気持ちになって、でもあるかもね。俺あんま家庭環境良くなかったから、なんかナルトの荒れてる環境の感じはちょっと投影してて読んでたかもね、当時はね。でも今になってまた涙を流しちゃうんでしょ。ちょっと寂しいんじゃない？まあいいっすよ、いいっすよ、そこ。寂しいみたい。本日ご紹介するのはカナダの夫婦間で起こったある殺人事件についてなんです。被害者の女性は何年も前から夫にいつ殺されてもおかしくない状態だったんですけれども、それなのに彼女はなぜか夫の元から逃げ出さなかったんです。 EV とかの被害者の方がね、離れようにも離れられない状態になっちゃってる見てるのはよく聞くんだけど、そうですね。なんで逃げなかったのかっていうのもね、気になるんですけれども、その前に彼女の遺体、本当にひどい状態だったんです。一体夫にどんな仕打ちを受けていたのか。変わり果てた妻。2009年12月5日、今回の舞台はカナダオンタリオ州の東部に位置する首都オタワ。どうしてこんなことに。ある男性の通報で駆けつけた警察はその家の地下室に広がっていた光景にただただ唖然としていました。妻とは3時間前まで話してたんだ。それなのにどうしてなんだ。悲痛な声を上げ嘆き悲しむその男性はマーク・ピーター・ハット。彼と警察官の視線の先ではマークの妻ドナ・エレン・ジョーンズが力なく倒れていました。そして彼女はこの時すでに息をしていなかったんです。結婚2年目を迎えたばかりのマークとドナはまだまだ新婚の夫婦。夫マークはそんな幸せの絶頂にあるはずのタイミングでまさか妻が亡くなるなどとは夢にも思ってなかった様子でした。ただ実は警察はそんなマークの様子に違和感を覚えずにはいられなかったんです。随分ひどいやけどですが奥さんはどうされたんですか。つい先日バーベキュー用の焚き火台の上に転んでしまったんです。病院に行った方がいいと言ったんですが大丈夫だと言い張るもんだからここで寝かせていたら。声を震わせながらそう説明したマーク。しかし警察がその説明に納得するはずもありませんでした。なぜなら妻ドナのやけどは全身の 40% にも及んでいたから。体のあちこちに膿ができている状態の彼女が頑なに病院に行こうとしなかったという言い分には明らかに無理があったんです。全身 40% やけどってさ、こんな状態になってバーベキューの台に転んだだけってのは絶対違うわよこれ。明らかにおかしいじゃない。どんな火力でやってたんだよバーベキュー、自分から浴びに行くぐらいじゃないとそんなやけど絶対なんないわよ。だって普通暑かったら逃げるじゃないかってね。普通のバーベキュー浴びても 40% やけどしない。明らかにね彼女自身が自分で転んだっていうのは嘘ですよね。違う。しかもねそんだけやけどしてたら、夫だったら病院連れてきますよね。そうよ。でもおかしな部分っていうのはこれだけじゃなかったんです。これは絶対に事故ではない。遺体を詳しく調べるうち警察はそう確信を強めていきました。なぜなら妻ドナはやけど以外にも顔や体の至る所にあざがあり鼻は骨折している状態。何者かに激しく殴打されていることは明白でした。さらにドナが寝ていたその地下室は怪我を負った彼女が休養を取るにしてはあまりにも異様な環境でした。12月を迎えたオタワでは気温は氷点下にも下がります。それにもかかわらず妻ドナが寝ていた地下室には暖房器具すらつけられていなかったんです。結婚からわずか2年でこれほど悲惨な結末を迎えることになってしまったドナとマークの夫婦。2人の間に一体何があったというのか。事の経緯を知るためには妻ドナの幼少期まで遡る必要があるんです。
1975年12月25日、カナダ・オンタリオ州で生を受けたドナの人生は、幼い頃から男性に翻弄されるものでした。まったくお前は気楽でいいな。俺が汗水垂らして働いてる間、家で適当に家事だけしてればいいんだからな。夕食の席で嫌みったらしくそう漏らしたのはドナの父親。母親はそう言われると、ただ申し訳なさそうにうつむくことしかできずにいました。そう、ドナの父親は典型的な男尊女卑の考え方を持っており、父親が母親を蔑む光景もこの家ではもはや見慣れたものでした。妻っていうのは夫を立てるもんだろ。誰のおかげで飯が食えてると思ってんだ。幼い頃から父のそんな言葉を聞いて育ったドナはいつしか男性には逆らえないという恐怖心を無意識に抱くようになっていました。そしてそんな家庭環境のストレスによってドナが抱えていたもう一つの問題が過食。思春期を迎えた彼女は痩せたくても食べるのを止められず、その体重はみるみる増えていったんです。また太っちゃった。鏡に映る自分の姿に深くため息を漏らしたドナ。ただでさえ男性に恐怖心を持っていた彼女はこのことで余計に恋愛に消極的になってしまうんです。なんていうかね、ダイバーシティをね、理解できないお父さん、ちょっと言っちゃうと古い考え方、お父さんに育てられちゃった感じがするわよ、ような。多様性のことなんですけど、なんでそこだけ流暢なんですか？ダイバーシティね。そのせいでね、自分の見た目見て自信持てなくなっちゃうっていう考え方になっちゃって、かわいそうよ、これは。小さい頃のね、環境って自分ではどうにもできなかったりしますからね。そんなね、学生時代に恋愛経験があまりなかったドナなんですけれども、この後、転機が訪れるんです。それはドナが29歳を迎えた2005年の夏、彼女は友人主催のバーベキューで一人の男性と出会います。彼、マークっていうの、ドナと気が合うと思うわ。はじめまして、よろしく、ドナ。爽やかに笑みを浮かべたその青年は、後にドナの夫となるマークでした。しかし、この時ドナは彼と結ばれるなどとは思いもしていなかったんです。スポーツマンでワイルドな見た目をしたマークはいかにも女性にモテそうな青年。ドナからしてみれば、とても手の届かない存在でした。しかし、ドナといると、とっても楽しい。俺は君みたいな子が好きだ。見た目のコンプレックスから恋愛に向き合えずにいたドナにとってマークは初めて現れたありのままの自分を愛してくれる人だったんです。ドナは最終的に亡くなっちゃうわけだしさ、このマークって男が絶対裏があるんじゃない？こいつ。そうなんですよ。実はね、ドナとマークが付き合いだしてすぐにおかしなことが起こり始めていたんです。おい、ドナはまた無断欠勤か。はい、さっきから電話しているんですが、なかなか繋がらなくて。大学卒業以来、公務員として食品検査庁に勤めていたドナは、真面目で勤務態度のいい職員として知られていました。しかし、マークと交際するようになってからというもの、彼女はたびたび無断欠勤をするようになりました。さらに、友人から食事に誘われても、ほとんど断り、家族とも距離を取るように、たまに友人と出かけると、あまりにもしつこくかかってくるマークからの電話に、何か問題があるのではないかと心配する友人もいました。しかし、何言ってるの？彼はとっても優しい人よ。友人に心配されるたび、ドナはそうやって笑顔でその疑惑を否定していたんです。そのまま交際を続けていったドナとマークは2007年に結婚生活を送るその中でも友人たちとは疎遠の関係が続いていました。そしてドナとマークが結婚してから2年が経つ頃、彼女と久しぶりに会うことになった友人はその変貌ぶりに驚愕します。ドナ、一体どうしたっていうの？まるで別人じゃない。それもそのはず、ドナは結婚前と比べ体重が27キロも落ちていたんです。いくら過食でちょっとふくよかだったとしてもさ、30キロ近くも痩せちゃうって普通じゃないわよ。これやばいわよ。ドナの代わりを見ていてもね、この2人の関係っていうのは何らかの問題を抱えていたっていうのは分かるんですけれども、一体ね、どんな夫婦生活を送っていたんでしょうか。破滅へ向かう2人。マークとドナが結婚してから2年後の2009年、その日ドナはある弁護士事務所へ訪れていました。弁護士に何か相談を持ちかけたドナは完全に生気を失っている様子。彼女の話を聞いた弁護士は神妙な面持ちでこう口にします。なるほど、つまり今日は自己破産のご相談でいらしたんですね。そう、マークとの結婚生活でドナは莫大な借金を抱えるようになっていました。しかし彼女自身は結婚前は倹約家で知られていた女性。借金の原因は全て夫のマークにありました。スポーツマンでワイルドな見た目をしていたマークはいかにも女性にモテそうで、ドナとしてはとても手が届かないと思っていた男性。マークはドナのその劣等感を利用し、夫とは名ばかりの紐のような生活を送っていたんです。女房が働いてくれるから俺は気が向いた時だけ働きゃいいんだよ。マークは友人に向かいそんな話をすることがたびたびあったといいます。その言葉通り、彼はたまに土木作業員として働くことはあったものの、仕事が長続きせず生活費はほとんどドナが負担していました。それにもかかわらずスノーモービルやスノーボードなど遊びに必要な道具を好きなだけ買い揃えていくマーク。当然それらは全てドナの給料で買ったものでした。いやいや、自己破産ってそんななるまでマークに貢ぎ続けてたわけ？実はね、ドナがこうなってしまったのにはですね、彼女の生育環境が影響しているんです。というわけで本日のメトラキーワード、愛着障害について。
愛着障害とは幼少期の親の接し方により他人への愛着形成に問題が生じている状態のこと。愛着障害を持つ人は他人とのコミュニケーションが苦手なほか、自尊心や自立心が低い傾向にあるんです。愛着障害は大きく不安型と回避型に分かれます。このうちドナが陥っていたのは不安型の愛着障害。不安型の愛着障害を持つ人は相手に認められないことに不安を覚えるため、とにかく相手に尽くそうとします。幼少期の家庭環境からその心理を持っていたドナはマークに嫌われることを最も恐れ、どれほどひどい仕打ちを受けようとも尽くし続ける状態になってしまっていたんです。夫マークはドナを金づるとして利用していただけではなく、長年にわたって殴る蹴るの暴力を振り続けていました。そうした暮らしの中で痩せ細りあざだらけになっていたドナは2年間の結婚生活で見る影もないほどに変わり果ててしまったんです。そして迎えた2009年11月末、夫マークはドナに熱湯を浴びせかけ大やけどを負わせるんです。全身 40% のそのやけどを負ったドナが自宅地下室で亡くなってしまったのはここから約10日後のことでした。夫マークに熱湯を浴びせられてから数日、自宅地下室で寝かされていたドナは来る日も来る日も全身の痛みにもだえ苦しんでいた。その時突如鳴り響いた携帯の着信音。ドナの携帯画面には彼女の母親の名前が表示されていた。もしもし、ママ、全然連絡ができなくてごめんなさい。実は風邪をひいちゃって。息も絶え絶えだったドナはそう言って必死に母親に異変を悟られないように振る舞う。しかし母親は娘が何かを隠していることにうっすらと感づいていた。なんだか様子がおかしいけど、お母さんそっちへ行こうか。母親の言葉に思わず涙ぐみ、言葉を詰まらせるドナ。ただそれでもマークの機嫌を損ねる行動だけは彼女にとって絶対のタブーだった。大丈夫。マークが私の身の回りの世話をしてくれてるの。彼に任せておけば安心よ。あとお金のこともありがとう。助かるわ。精一杯の明るい声でそう告げたドナはそそくさとその電話を切った。そう、自己破産をしても返しきれなかった借金を彼女は結局両親に肩代わりしてもらうことになっていた。そんなドナの背後では夫のマークが不敵に笑いながら彼女の背中にガスガンを突きつけていた。よし、ドナ、よくできたな。続きをやろうか。司法解剖の結果、ドナの遺体からは29発ものガスガンの弾が取り出されました。彼女は火傷を負った皮膚に至近距離からそれらの弾を撃ち込まれていたんです。妻とは3時間前まで話してたんだ。そう話していたマークですが、妻ドナが亡くなったのは警察が到着するより10時間も前のこと。彼はドナを散々にいたぶって殺害した挙句、遺体となった彼女をそれだけの時間放置、さらにあろうことか妻を亡くした被害者を演じることにしたんです。その後の家宅捜索ではマークが妻ドナについて綴っている何百枚ものメモが見つかりました。その内容はドナを罵るものもあれば天使のようだと称賛するものも。 DV の被害者は厳しく罵られても時折優しさを向けられることで相手の元を離れられなくなるとされます。ドナも夫マークのそうした振る舞いによって支配されていたのではないでしょうか。奥さんのお金でさ、自分は遊びほうけで暮らしてる時点でもうクズなんだけどさ、さらにそこから奥さん痛めつけるようなことまでして、なんか得することあるわけ？どういう考え方してんのこいつは。ないっす。ない。考えがないってこと？ないっす。マークのね、その異様な人となりはこの後の裁判でも顔を覗かせるんです。悪魔の慣れの果て。夫マークの裁判では亡くなったドナの家族たちが口々に彼女への思いを語りました。姉さんは本当に愛情深くて思いやりのある女性だった。まさかこんなことになるなんて。ドナが亡くなってからというもの、マークがドナにガスガンを向ける姿や熱湯を浴びせかける姿を夢に見るの。本当に毎日が苦しくてたまらない。私はマークを一生恨むわ。そうやってドナの死を嘆く人々の言葉をマークはただ押し黙って聞いていたんです。そして法廷に居合わせた一同が驚愕したのは裁判官がマークにこう問いかけた時のことでした。被告人は何か言いたいことはありますか？その言葉を聞きマークは確かにこう言ったんです。多くの人が私を許さないと言います。でも皆さん聞いてください。許しは魂を自由にするんです。マークのその発言にドナの家族や友人をはじめその場の多くの人が怒りをあらわに。しかしそれでもマークは一切の動揺を見せませんでした。いやほんとこいつなんて人に許しこうときまで上から目線なの。ほんと腹立つわ。ろくでもない人間ねマジで。やっぱ自信がないとね、相手の言いなりとか相手に合わせたりとか、そうなっちゃうんですよね。人に依存して認めてもらおうとするとろくなことない。そうなんですよ。結局依存してる時点でまともな判断できないんでむずいっすけどね。でも我々もじゃあ人のこと好きになっちゃったらさ、ちょっと合わせちゃったりとか、それすらも楽しんでるのもあるじゃないですか。合わせるのが悪いわけではないと思うんですけど、内容の善悪とかに関してはちゃんと判断できないとダメだよね。合わせんのいいけど盲目になっちゃダメっていうのがね、この動画から学べたことなんじゃないですかね。ちょっと噛んじゃったんですけど。
こうして迎えた2013年6月7日、第1級謀殺で有罪判決を受けたマークに下された刑は最低25年仮釈放なしの終身刑。法廷で堂々と人を許すことについて説いたマークでしたが、当然のごとく彼が許されることはありませんでした。幼少期の生育環境によって男性に対する恐怖心や劣等感を人一倍強く持っていたドナ。長年にわたって染みついたその性質を克服しようとするのは並大抵のことではないのかもしれません。ただその感情を利用しようとする人間ではなく、足りない部分を補い合えるパートナーと出会えていれば、ドナの運命もまた違ったのではないでしょうか。